大量にある残骸は何だ？廃墟となった遊園地。今でも原発近くに住む住人。地図に載っていない謎の軍事施設。素朴な食堂の料理に癒された。地球の国全部行く。1986年4月26日深夜1時過ぎ、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所にて事故により4号炉が爆発しました。次の日、住民5万人がキエフに避難し、36年経った今でも立ち入り禁止。周辺はゴーストタウンになっております。2019年、アメリカ HBO テレビのドラマチェルノブイリが放送され、以降観光客の人気スポットとなっており、年間10万人もの方が見学に訪れています。私はドラマが放送されるかなり前の2015年、日帰りの現地ツアーに参加しましたので、その時の様子をお伝えします。ではどうぞ。ウクライナ・キエフにあるチェルノブイリツアーという現地ツアーに参加しました。日帰りツアーは1人100ユーロ、ウクライナの物価からするとかなりの高額です。朝8時、キエフ中央駅近くに集合。この日の参加者は10名ほど。英語が堪能なウクライナの美人ガイドが同行しました。彼女に話を聞くと、私はこの仕事に誇りを持っていて、毎日非常に充実していて楽しいとのこと。ウクライナの平均月収は約1万円なのですが、その数倍の給料だそうです。キエフから北に 130km、車で3時間弱でチェルノブイリから 30km 圏内の検問所に到着しました。パスポートを提出して検査を受けます。検査を待つ間、何があっても文句を言いませんという誓約書にサインしました。そして今日訪問する場所や注意事項についてガイドによる説明です。ここから先は18歳未満立ち入り禁止。放射線物質が肌に付着しないように長袖、長ズボン着用、そして歩きやすい靴を履くこと。除染されていない場所も多いため単独行動は禁止。放射線物質を多く含んでいるため苔を踏まないように、また屋外のものに触らないようにとのこと。オプションで放射線計測器ガイガーカウンターを1日借りました。これを使って放射線量を確認しながら注意して進みました。ちなみに放射線は宇宙から常に降り注いでいるので、通常例えば東京でも 0.1 から 0.2 マイクロシーベルト程度はあります。30km 検問所付近では 0.13 マイクロシーベルトと低い値でした。30分ほど待ってようやく出発です。車で15分ほど北に進むとザリッシ村という小さな村に到着しました。車を降りて散策。事故から30年以上放置されているので緑いっぱい、自然あふれる感じです。まずは放置された家、商店などを見て回りました。天井や床が抜け落ちていて廃墟という感じ。これでもまだ軽い方で、この後原発に近づくともっとえぐい映像が出てきますので要注意です。ザリッシ村にはなんと今でも15人ほどが住んでいます。事故当初は全員キエフに避難しましたが、故郷でまた暮らしたいと自らの意思で立ち入り禁止区域に戻ってきた人たちです。そういう人たちのことをサマショールと呼びます。この女性もサマショールの一人で、電気、ガス、水道、電話などインフラは全くない中、自給自足で暮らしています。贅沢なことはできないけど生まれ故郷で暮らせて幸せと笑顔で答えてくれたのが印象的でした。2つ目の検問所。ここから先はチェルノブイリ原発から 10km 圏内となります。放射線量は 0.19 マイクロシーベルトと低いですね。こちらはリクビダートル記念碑。事故後、ソ連全国から多くの人々が派遣され、消火活動や除染作業を行いました。彼らはリクビダートルと呼ばれ、英雄として記念碑が作られました。多くの方が被爆して亡くなりました。旧ソ連のトレードマーク、星印の門の中に入ると、ここから先は旧ソ連軍の施設です。この巨大なものは何でしょうか。高さ150メートル、長さ460メートル。これは旧ソ連軍のレーダーシステム、電波塔です。
当時ソ連軍によりヨーロッパ各地に電波妨害などの攻撃を行っていたようです。地図にも載っていない極秘施設、私はこのような巨大な電波塔を見たことがなく圧倒されました。今はもう使われておりませんが、40年も前に巨額の費用をかけて作り上げた旧ソ連軍、不気味ですね。こちらは電波塔に関連した建物の内部。かなり先まで廊下が続きます。ところどころ穴が開いていて、落ちたら大怪我、死ぬかも。最初に誓約書にサインしたので、何があっても文句言えないので怖いですね。建物の外には当時使われていたコンピューターなどの残骸が何十年も雨ざらしになっています。この古いコンピューターが時代を表していて、より不気味な感じがしました。森の中を進むと、この辺りは除染がされておらず、放射線量は 1.8 マイクロシーベルト、通常の10倍以上の値です。さらにガイドさんが、この苔は絶対に踏まないで、と強い口調で説明した場所は、なんと 7.14 マイクロシーベルトと、通常の50倍以上の放射線量です。これは非常に危険です。この建物は何かというと、なんとここは幼稚園です。中に入ってみましょう。30年以上経って廃墟になっていますが、絵本、人形、ベッドなど当時の様子がわかります。私は何とも言えない不思議な感じがしました。というのも、子供たちの遊び道具の残骸を見て悲しい気持ちになったのですが、よく考えると、ここで殺人事件や事故が起きたわけではありません。ここで怪我をしたり、亡くなったりしたわけではないのです。突然の原発事故で避難して二度と戻ってこれず、このような状況になりました。でも、避難した子供たちの多くは、事故で漏れた放射能の影響で、病気になったり、亡くなったりして、そう考えると悲しくなりました。さて、ここからは、チェルノブイリ原発の 5km 圏内、プリピャチ市に入ります。この町は、1970年、チェルノブイリ原発で働く人たちのために作られた町です。ソ連が巨額を投じて作った町で、最先端の技術を使った施設、食料も豊富で、当時は憧れの町でした。当時の人口は5万人。ほとんどが原発従事者で、給料はソ連の一般労働者の4倍と高額でした。多くの若者たちが志願してやってきたため、住民の平均年齢は30歳未満と非常に若かったそうです。1986年5月1日にオープン予定だった遊園地です。その5日前の4月26日に原発事故が発生。そのため一度も市民に使われることはありませんでした。廃墟になった観覧車、見ていると悲しい気持ちになりました。こちらは子供たちが遊ぶはずだったカート。今から40年近く前としては最先端の遊園地でした。これはチケット売り場。ガイドさんは除染していないので絶対に触るなと注意してくれました。こちらは学校、校舎の内部です。急いで避難したので教科書が置かれたままです。これは衝撃的。閲覧注意。大量のガスマスクです。急いで準備したけど使われず放置されたようです。おびただしい数のガスマスク。見ていると怖くなりました。事故後に誰かがやったのでしょうか。人形にガスマスクをつけています。教室内部の様子、かなり大きな学校のようですね。こちらは体育館。歩くと床が抜けそうで怖かった。こちらは飛び込み台付きの温水プール。当時としては最先端の設備でした。なんとこのプール、事故後も除染作業員のために10年ほど使用されていたとのことで驚きです。ここはサッカーグラウンドの観客席。かなり立派なスタジアムだったようです。グラウンドには木がたくさん生えていて、まるで森のようになっています。なんとびっくり、野生のキツネに遭遇しました。かなり痩せこけたキツネですね。お腹が空いているようで、かなり近づいてきました。餌を食べてますが、もっと欲しそうでした。ここはプリピチャ市の集合住宅高層マンションです。
1970年に16階建てのマンションをたくさん建てているのはすごいですね。最先端の施設をチェルノブイリ原発で働く労働者のために提供していたのがよくわかりました。マンションの内部に入ってみんなで屋上まで登りました。当然電気は通っていないのでエレベーターは使えず、階段で16階の屋上まで登りました。当時としてはモダンなマンション、今は廃墟となっているので階段で登るのも一苦労、残骸がたくさんあってちょっとでも転んだら大怪我となるでしょう。さて、なんとか屋上まで登りきりました。周りにはたくさんの団地、マンションが見えます。そして先の方をよく見るとチェルノブイリ原発が見えます。直線距離で 4km くらい、アーチ状のものは建設中の石棺です。あの石棺を爆発した4号炉に覆いかぶせるのです。本当に近くに見えてびっくり。まさに原発の街ですね。巨大な原発の施設を車から見ながら、最後にようやくチェルノブイリ原発にやってきました。事故を起こした4号炉が目の前に見えます。観光客が来れるのはここまで。ここから4号炉までわずか300メートルの距離です。ガイガーカウンターを見ると 2.7 マイクロシーベルトと通常の10倍以上の値でした。かなり高い値ですが、ここにいたのはせいぜい15分ぐらいなので、放射能を浴びた量は大したことはありません。チェルノブイリ原発は石棺と呼ばれるコンクリートの巨大な棺で完全に覆うという対応をしております。コンクリートで覆えば放射能漏れはほとんどありません。ただし廃炉はしないので核燃料はずっと残ることになります。一方、福島原発は燃料デブリをすべて取り除き廃炉作業を行っております。ただしご存知の通り10年以上経ってもデブリをほとんど取り除けず、汚染水が増え続けています。福島原発の廃炉はいつになるのでしょうか。さて、見学が終わり 10km 検問所に戻ってきました。最後に40年前の古い装置を使って今日1日の被曝線量をチェックしました。ここで異常がなければ帰宅することができます。異常があるとブザーが鳴ってさらなる検査が必要とのことです。近くに食堂があり、作業者の方々が実際食べている料理をいただきました。質素ですがソ連時代から続く温かみがある料理、美味しくて癒されました。近くを散歩すると原発事故の瞬間を表した壁画がありました。無数の線は放射能を表していて鳥たちに突き刺さっています。爆発の様子を的確に表現していて、取り返しのつかない巨大な爆発が起きてしまったという感じがわかります。そしてこちらは原発事故で消えた村の名前の表札です。1回の爆発で多くの村が消えてなくなり、人が住めなくなりました。ツアーが終了してキエフに戻ると夜8時、約12時間のツアー、非常に濃密でとても勉強になりました。最後に土産物のパンフを見せてもらいましたが、これを身につける気が起きず買いませんでした。この日は高い放射線量の場所にも行きましたが、滞在時間は短いので通常の日とそれほど変わらない被曝量でした。見ていて辛い廃墟の場所もありましたが、非常に勉強になりました。やはり核は怖い、人間がコントロールできない領域であることを実感しました。ウクライナに平和が戻り、チェルノブイリ原発ツアーが再開されましたら、ぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。